今回は現環境で使用可能な最速4ターンキルデッキのギミックを解説していきたいと思います。成功率が高く、安定して、4ターンキルできるコンボを3種類、独断と偏見で選出しました。とはいえ、最速2ターンや3ターンでも相手を任すことのできる、デッキ構築が多数存在している中、なぜ4ターン目を選んだかと言いますと、比較的安定してコンボできるからです。疑似ループでソリティアするのも楽しいですし、なんかこう、色々と組み立ててよく建築的感覚が楽しいんだと思います。ぶっちゃけ対戦相手としてはたまったもんではありません。友達は大事にしましょう。こちらのループコンボは DMR19 で登場したコスト5闇文明、デュエニャン皇帝の破壊された時の効果を使い回して、相手のデッキのライブラリーアウトを狙うものとなっています。結構回し方がわからずに調べた方も多いんじゃないでしょうか。ループに必要なカードはデュエニャン皇帝、100発人形マグナム、超在流派ボロフヘル、極流派ヘルボロフ、闇王ゼイロ、極魔王伝ウェルカムヘル、ユーバ戦ファンパイの7枚です。枚数だけ聞くと、4ターン目に始動できるのか心配になりますが、ご安心ください。最後の2枚はドラグハートなのでデッキから、頑張って引く必要はありません。ドローしつつ手札を墓地に、送ることのできるカードを使い回して、手札に闇のカード3枚と、闇王ゼイロ、場に闇のクリーチャーを3体用意した状態で、デュエニャン皇帝、100発人形マグナム、超在流派ボロフヘル、そして極流派ヘルボロフを墓地に揃えられれば勝ち確定です。ちなみにゼイロのコストで墓地に送る手札の中に上記のカードがあれば、発動時に墓地になくても問題ありません。最速4ターンでループが決まる時の流れを見ていきましょう。ちなみにコンボの成功率を上げるために滅亡の期限ゼロ無の角技を採用しています。破壊と復活の技が重要です。基本的にはドローと自己ハンデスを繰り返していくので、決まった初手は存在しませんが、あると安心ということで、初手はゼイロ、アツト、ナユタ、ヘルボロフ、マグナムです。1ターン目はナユタをチャージしてターンエンド。多色ですし、さすがに1ターン目からは動けません。2ターン目は単色のカードを埋めましょう。手札のボロフや、引いてきたカードを埋めてアツトを召喚します。意識したいのが、墓地に皇帝、マグナム、ヘル、そしてボロフを埋めておき、ゼイロのためのクリーチャー3体を用意するという点です。アツトの効果で2枚ドローして、初手にあったマグナムと、ドローしたカードを墓地に送って終了です。この時にザロストを引けていると好ましいです。マナを支払わずに、墓地から召喚できるので最速4ターン目に3体揃えるのに、一役買っています。また、墓地の技を発動できるのも強みです。3ターン目にマナチャージは必要ありません。できればノロンや、アツト、リュゲンダを召喚したいので、右手を光らせましょう。無事どれかを引けて召喚したら、2枚ドローして、ループに、必要なカードを墓地に送ります。皇帝とヘルを落とせたと、します。残すはボロフとなったところでターンエンドです。4ターン目もチャージは必要ありません。というよりゼイロを、使用するためのハンドコストを取っておくためにもチャージに、使えないと言った方が正しいかもしれません。ターンの初めに、ザロストの蘇生効果を使い、墓地の技を発動させることでさらに、デッキを圧縮します。この時に足りていないカード、今回は、ボロフが落ちると助かります。実際はイワシンなども採用して、デッキをガンガン削るので文字で見る以上に墓地が超えます。墓地にナユタがいれば、場のアツトとノロン、ザロストのうち、2枚をタップしてさらにドローと手札肥やしができます。さて、手札にゼイロと闇のカードが3枚、フィールドには、アツト、ノロン、ゼロストの3体が存在する状態で、墓地には、皇帝、マグナム、ヘル、ボロフの4体が落ちています。ループ開始です。まずゼイロの効果で手札と場の6枚を破壊し、墓地からボロフを召喚します。ちなみにゼイロの効果でも、デッキを4枚上から削れるので、コンボパーツが全て完璧に、揃っていなくても、この4枚で揃ってループ始動もあり得ます。ボロフを召喚したら効果でウェルカムヘルを場に出します。ウェルカムヘルの効果で墓地からヘルを、ボロフの上に着地させます。ヘル登場時も山札を3枚削れるので、足りないパーツの補充をすることができ、ループ成功確率を上げてくれます。ヘル登場時に効果でファンパイを装備させましょう。ゼイロの効果で破壊の技の発動条件も揃っているので、墓地から皇帝を手札に加えます。これで準備完了となります。ヘルの攻撃時に皇帝の侵略を宣言しつつ、ウェルカムヘルの効果で墓地のマグナムを指定します。同時に召喚されるので、マグナムの効果で皇帝とマグナムが破壊されることとなります。
皇帝の破壊された時の効果で、ヘルとボロフが再度召喚され、ウェルカムヘルを新たに1枚出しつつ、ボロフの上にヘルを着地させ、ファンパイを装備します。この時点で一度、ファンパイが装備されたクリーチャーが攻撃しているので、相手の山札が1枚減っています。アタックは、攻撃元の皇帝が、マグナムの効果で自壊しているため、相手のシールドを破壊することなく処理できているため、シールドトリガーを踏んで、ループが崩れることがないのがメリットです。場にはファンパイを装備したヘル、2枚のウェルカムヘル、そして墓地には皇帝とマグナムが揃っています。もうこの後はわかりますよね？再度ヘルで攻撃した時に、ファンパイ効果で、相手のデッキを1枚削りつつ、ウェルカムヘルの効果によって、皇帝とマグナムが蘇生されます。もちろん皇帝はヘルの上に着地、マグナムの効果でマグナム自身と皇帝が破壊されて、皇帝の破壊時効果で再度ボロフとヘルが召喚されます。このループで相手はなす術なくデッキ切れで負けることとなります。こちらが先行なら、相手はまだ3ターンしか動けていないので、さらに理不尽感が増す幕引きとなること間違いなしです。唯一の対抗策とし悠久を滑るものフォーエバープリンセスが、入っていればライブラリーアウトを阻止することができるので、望みはあるかもしれません。メタカードにするにしてもコストが、重く、現環境で採用されることが少ないため、ループの成功率は、ほぼほぼ 100% と言っても過言ではありません。ミリオネアクロスファイアとガイ RU 激烈竜王破滅の2枚を、組み合わせたロマンあふれるシンプルなコンボです。4ターン目でグラビティゼロを使ってクロスファイアを召喚しつつ、ツインパクト呪文のガイ RU 激烈竜王破滅を使用します。パワーブレイカー6000をクロスファイアに付与できるので、パワーアタッカー100万と合わさって、合計で、なんと、167枚のシールドを破壊することが可能です。流れとしては、手札に蒸気の2枚がある状態でツインパクト呪文、1ターン目に今も我らの願いはただ一つを使用しつつ、コストで、イワシンなどを捨てられると最高です。1ターン目から2枚の墓地、肥やしが可能となっています。その際ザロストやナユタが、落とせるとさらに4ターンキルの可能性が上がります。墓地を肥やさないと動けないデッキなので、もちろんゼロムも採用しています。ザロストを2ターン目の初めに召喚できれば復活の儀の効果で、さらにデッキを2枚削れます。その後はアツトや今も我らを使用し、4ターン目までに墓地に6体以上のクリーチャーがいる状態を作りましょう。4ターン目は場に召喚良いの溶けているアツトや、ザロストがいるので、クロスファイアをグラビティゼロで召喚し、ガイ RU を使用して殴るだけです。シールドトリガーさえ踏まなければ、まだ2体殴れる、クリーチャーがいるので、4ターンキル完了です。ちなみに、すべて仕組めるのなら2ターンキルができるそうです。初動で今も我らを使用した際に4枚イワシンをドローしては捨て、最後にザロストを墓地に送り、2ターン目でザロストを墓地から、召喚して復活の儀を使用して、山札から2枚墓地に送る、イワシン4枚と復活の儀で墓地に送ったクリーチャー2枚で、6枚を達成しているので、グラビティゼロでクロスファイアを、召喚しつつ、1コストのスピードアタッカー付与呪文である、レッド、マジックを使用すればザロストを、攻撃可能な状態にできます。あとはガイ RU を使用して、クロスファイアで、シールドをすべて割りつつザロストでとどめ、といった動きも、できなくはないらしいですが、初手でエグゾディアが揃ってる級のムーブなので、今回はある程度安定して始動するのが4ターン、ということで選出しました。こちらは月下挽回がユミーズのエクストラターンを使って、実質5ターンで相手をワンショットキルするコンボです。主要パーツは2コストの無月フィールドのグランドゼイロ、月下挽回がユミーズ、狂気番号メラボルガル、そして1コストのバニラ呪文であるダスベルゾメンザンです。流れとしては2ターン目にグランドゼイロを使用して、3ターン目から、下に4枚の魔道具カードを置くことに専念します。3ターン目は、ゾメンザンと2コストの魔道具を使用し、4ターン目で2コストの魔道具を2枚使用すれば準備完了となります。グランドゼイロの無月の門99を使用して、手札または墓地から、ガユミーズを召喚し、効果で種族にドルスザクとある、カードを4枚まで手札と墓地から召喚できます。メラボルガルを2体以上召喚できた上で、相手のトリガーを、踏まなければ、ほぼ勝ちです。メラボルガルの効果が、お互いのシールドを2枚ずつ割るといったものなので、合計で、4枚シールドを割った状態でエクストラターンに突入できるので、残り1枚の盾に対してこちらはメラボルガルが2体いるので、シールドトリガーやガードストライクなどの攻撃を止める系、カードがなければ殴って勝利です。
いかがでしたでしょうか。2ターン、3ターンキルはかなり初手の手札構成とデッキの回り方がうまくいかないと成功しませんし、コンボが指導できないとイコール負けレベルの脆さと、隣り合わせの状態が多いかと思います。しかし、4ターン以降に目標を置いて、ワンショットキルを目指すと結構安定性が増すんですよね。しかもコンボが発動できないとすぐ抑え込まれてしまうような、脆さも少なく、4ターン以降でも相手の隙を見てコンボを発動できれば一気に形勢を逆転したり、そのまま勝利できる、爆発力も兼ね備えています。今回紹介したコンボ以外にも、4ターン目でループが完成したり、2ターン目、3ターン目と殴って4ターン目でも普通に殴って、シンプルにトリガーを避ける運だけで勝つデッキなど様々です。こんな面白いコンボデッキもあるよ、という方はぜひコメントで、教えてください。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。